盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマはうちのね北谷4世園内の木をねこの GoPro でこううろうろしながらそうですね、目切りこれはこれぐらいがいいなとかそんな感じで診断というかね、目切りのタイミングをこう実物いろんなのパターンを見ながら言っていったら役に立つ動画になるかなと思ってやっていきます。で本題に入るまで少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。内容は盆栽枯らさないための内容なんですけども、ちゃんとね文字にして読みやすくして専用の動画もいっぱいもうすでに作って、それと合わせてのメールマガジンなんで結構分かりやすいと思います。もうすでに1600人ぐらいの方が登録していただいたんですけど、概要欄からメールアドレスだけで無料で登録できるんで、よかったら登録してみてください。何日かおきに届く感じです。はい。ではその目切りのタイミングの話なんですが、その前にねこれ五葉松なんですけど、大体目切りっていうのは黒松系ですね。黒松、赤松、錦松、寿とかそのあたり代表的なとこでは、この五葉松に関しては一応ね今5月の14です。5月の14日5月中旬です。で今ぐらいになったらもう結構芽が出るんですが、五葉松はもう特に触らなくてもいいですね。ものによってはねもっと早い段階でこう長い芽をポキポキ折れるような時は折っといてとか、あとこの辺のねちょっとビヨーンと長いんがあったらこれだけ取るとかね、ハサミの方がいいんですよ本当ね。こんだけ取るとかね、もう本当にねもういつ何してもいいんですよ。長いなと思った時にもう切ればいいのが五葉松でね、これはもうこれでそんな感じで、はい。じゃあ早速これいこうかな。これ錦松でかいです。この辺幹がねもう皮が肥大する性分でね、下は黒松かな、この辺でついでるかもというとこですね。で5月中旬の芽の伸びでこれぐらいなんで、木のサイズがでかいとなったらこれはもう結構早めの芽切りがいいですね。僕が言う早めの芽切りとはまた違うんですけど、もう単純に早いうちがいいと。せいぜい5月の下旬から6月初旬ぐらいには終わらせたいなというとこですね。はい、こんな感じ。錦松、次どっち行こうかな。これもいいかな。これも錦松なんですけど、これもでっかい鉢に入ってる、巨大な子、大きい子って葉が長くても全然長すぎは良くないですけど長いぐらいの方がいいと。だったらこれもこれちょっと小さいな。やっぱこれも5月の下旬ぐらいには摘みたいですね。もう間もなくでね、まだまだいっぱい仕事があるからこれ間に合うかなっていうところで、はい。こんな感じ。5月下旬、はい。あとどれいこうかな。これ赤松ですね。赤松はねビューッとね長い芽なりがちではあってね、そんなもんやからちょっと遅めに切る人とかもおられるんですが、赤松も結構早めに切った方がいい樹種だと思います。黒松でこれぐらい伸びてたら多分6月中旬とか下旬とか思いそうなんですけど、赤はねやっぱこれだったらもう2週間ぐらい早くてもいいですね。黒松に比べてもう6月初旬でもちょうどええと思います。で赤松はもう芽切りが遅いと本当ね枝枯れとかね下手したら本体から枯れてくることがあるんで、こういうのは早めに切りましょう。赤松はただこちらこれも赤松なんですけど、これは植え替えして1年ぐらい経って鉢の容量もしっかりあって、で針金かけての芽数が少ない状態だから、これぐらいの赤松だったら6月中旬ぐらいでもいいかなと。仮に下旬だとしても持ちそうだなっていう。すごいこれ赤松のこれなんだこれ、紫色のなんか毒の実みたいなこんなのができるんだな。この性分なの僕初めて今ふっと気がついたんですけど、なんか呪われそうな実のような、なんかすごい、はい、こんな感じで
あとどれいこうかな。あ、これいいな。この黒松は2023年春に植え替えての、今植え替えてまだ2ヶ月ぐらいしか経ってない状態です。で芽がねあんまり伸びてないですね。これだとね長い芽だけを今切ってもいいけど、これだったら芽切りしない方がいいかもしれないですね。で芽切りしなかったらもうすごく秋冬にね今のこの新芽がドバーッと大きく長くはなるんですが、まあそれはその時の剪定でね大きすぎる子も元から取るとかで調整したらいいんかなと思います。ほんで芽切りってね普通にやって切り残しとか切り忘れみたいなのがあればね、そこが葉っぱがビョーって伸びてね、すごく切らない芽はすごく葉っぱが長く伸びるみたいなイメージあるんですけど、全部切らんかったらそんな伸びないっていうのもあるんですよ。全部切られてないから。はい、なんで切らないっていうに対してそんなに恐れなくてもいいですね。どんだけ葉っぱ長くなるんだろうみたいな、植え替えてこれぐらいの芽だったら大した伸びにはならないんで、はい、大丈夫ですね。この辺行ってみようかな。この辺り小さいのいっぱい並んでますが、これがね4月の後半ぐらいに植え替えたばっかりなんですが、これとかねビョンビョン伸びてねすごい元気ですけど、まあ植え替えてるから6月初旬か5月後半ぐらいでもいいんかなと思いますね。小さい子残すんだったら5月の後半、全部切るんだったら6月初旬とかかな。あとまあ植え替えてこれだったらもう長いとこだけ早めにね切る、早めの芽切りパターンかなと。5月中旬ぐらい、もう今切ってもいいぐらいです。小さいのを切らずに長いんだけ切ると。でこれ4月の後半ぐらい植え替えてるんですけど、中庭これもだな、どれかな、これぐらいかな。これちょっともう芽数が多くてね、まあたまに芽長いのおりますけど、これぐらいの小ささだったら切らなくてもありかもしれないです。本当に長いのだけちょんちょんと今ぐらいに切るとかね、だったら植え替えて全部切るよりかは安心安全、はい、こんな感じで。これねうちの一番いい子ですけど、ちょっと他の動画で上の方だけ早めの芽切りというんでやってるんですが、今5月14日でもう長い芽だけ切って中の小さい芽は切らないと。で全部の芽をなるべく強めにして冬針金かけるみたいな感じで、やろうかなと思ってます。ちょっとねこの枝の影みたいなとこは軒並み弱いんですよね。これを芽切りするとなるとちょっと弱いのがまた弱いのしか出さないんでね、これを切らずに先の方だけ切って、先2番目さっさと出さしてね、で小さいの中のに追いついていって、冬頃に全部同じ大きさの芽になってたらいいなと、そういう考えですね。はい、これも大きい綺麗な黒松ですけど、ちょっと芽がねあんま伸びてないと、芽数が多いせいもあるんでしょう。これもいつかな、6月初旬ぐらいに、今でもいいはいいんですけど、5月後半から6月初旬ぐらいに長い芽だけ切るぐらいがいいのかなという感じがします。はい、これちょっとね、これ今年植え替えて幹をすごい曲げた子なんですけど、芽があんま伸びてないんです。この時期にね枯れはしないと思います。このちょっと葉っぱがね赤いとこが枯れそうな雰囲気あるんですけど、これぐらいの芽の伸びはもう絶対芽切りダメですよ。もうこういう状態は絶対芽切りしちゃダメです。枯れます絶対。絶対言い過ぎやろうと、絶対言い過ぎかな絶対言い過ぎなんですけど、かなりの確率でこんな芽でまともに芽切りしてたら枯れます。はい、これね赤松で
ちょっと芽が小さいですね。この辺ちょっと小さいですね。ほんで大きいのもあるからもう早めにね、もう今日でもいいぐらいでも長い芽だけ切って小さい芽触らないみたいなね、そんな感じですね。これ黒松、商品盆栽に入るか入らないかぐらい、でなんかすごい小さい鉢に植わってたのを今年の冬ぐらいかな植え替えして、で芽が全然伸びてないのでこれも芽切りできないですね。植え替えしてこれぐらいの芽しか出てなかったらもうとてもできないですね。この辺の黒松はもう針金かけて全部に日当たりがいいんで割と芽が揃ってるから、もう6月の中旬か後半ぐらいにもう1日で芽切り終わらしちゃっても良さそうです。こんなんは簡単ですよ。もうあんま考えずに切りやすいところも全部切っちゃえばいいです。そうですね。これなんか種から育ててる盆栽で去年植え替えた子ですが、まあまあ芽が育ってて、まあこんなんも若いからいつでもええっちゃいつでもええんですけど、伸ばしたいとこは切らずに増やしたいとこは切ってみたいな、それぐらいでね、これも意外と適当です。まあこれぐらいだったら切れるかなと。この木もねすごいですよ、これ皮がね、樹齢はもう百何十年経ってるかなっていうぐらいですけど、これも植え替え最近して芽がちっちゃいからこれも芽切りはしないですね。こっちは植え替え同じぐらいの日にしてるけどちょいちょい長い芽がいるんで、こういうのだけ5月中旬か下旬ぐらいに切ればいいかなというとこですね。まあこんなところかな。あとはまあいろいろありますけど、まあ大きい木はねちょっと早めに葉っぱが長くなってもいいんで、植え替えてる子はもうさらに早めかも切らないとかね。あともう錦松赤松はもう早めと。だから錦松赤松で最近植え替えてるとしたらかなり危ないんで、気をつけて長い芽だけをもう5月中に切るとかね、そんなぐらいがいいのかなと。これを皆さんにお届けする頃がいつかは分かんないですけど、間に合ってたら参考にしてみてください。じゃあ今回はまあこれぐらいで以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。